どうも、ともそうやです。前回動画では、メキシコのユカタン半島にあるローカルな街カンペチェについての動画、観光客が少ないローカル感を味わうことができたし、リピート確定のバーにも出会うことができた。今回の動画では、メキシコを一旦出国して、ベリーズという国へ入国。物価やや高めのベリーズシティの様子を動画で紹介するよ。コーヒーやったとかマジで知らんかったと思って、飲みたいですって言ったら持ってきてくれたってことで、コーヒー飲もう。ベリーズコーヒーでカフェイン摂取たまんねえな。でちなみに僕もう一番安い部屋でお願いしますって言ったらだいたい1泊35ドルでした。ベリーズドルだったら70ベリーズドル、そんな感じの金額帯ですね。ちなみに一応ルームツアーやってきます。こんな感じの部屋ですね。ほんまにラブホテルの小さい版みたいな感じかな。普通に枕も2つあって、バスタオルも2つもらって、テレビもあって扇風機もあるみたいな感じ。充電器はあそこで充電するって感じやな。でコップが2つあるぐらい、特にもうそれぐらいかな。ほんでこんな感じのねロケーションでね、パンをおやつにコーヒーを飲もうかなって今考えてます。タタラタタタタタタ飛び込みたいですね。でもそんなに水は綺麗ではない。むしろめちゃめちゃ汚い方。メキシコで買った約10円のパン、これをね食べてコーヒー飲んだらベリーズシティ観光しますんで、この後ね。はい、ベリーズからこんにちは、どうもともさやチャンネルでーす。現在ベリーズに滞在しております。ベリーズ言ってもいろんな場所があると思うんですけど、ベリーズシティですね。ベリーズについてちょっとね簡単に説明しておきたいです。ベリーズシティが首都って思ってる人が結構ねたくさんいると思うんですけど、実は首都はベリーズシティじゃなくてベルモパンっていうところなんですよ。そんなベリーズシティからそんなめちゃくちゃ遠いわけではないんですけど、バスで1時間か2時間ぐらいかな、それぐらいの距離にあるベルモパンが首都です。ただ首都にはそんなにね見どころはないんで、基本的にはみんなベリーズシティとかキーキーカーカー島か、キーキーカーカーなんか変な感じですけど、キーカーカー島とかサンペドロとかその辺で遊ぶ人が多いですね。欧米人とかも結構集まります。でベリーズ、自分が知ってることを話すんですけど、場所的には中央アメリカ大陸の東側に位置してて、メキシコとグアテマラに隣接してますね。東側はもうほんまにカリブ海、海に面してて、西側はジャングルとか密林になっててみたいな。ベリーズの意味は、名前の由来はなんかその密林とか泥地が多くて、ベリーズ自体マヤ語で泥水っていうみたいですね。で人口大体40万人ぐらいで、公用語は基本的に英語なんですけど、スペイン語も結構ね通じる人が多い感じですね。あと物価に関してはもう結構高め。中央アメリカ大陸の中では結構物価は高め。治安に関しては、治安はいいってねネットとかで書かれてるんですけど、治安はいいとか、あと夜は危ないとか、そんな感じで書かれてるんですけど、自分がなんかそのベリーズシティについて1日経っての感想は、ちょっとね貧しい感じがあるんで、夜は絶対中で歩かない方がいいかなと思いました。ただキーガーカードとかリゾート地とかは全然安全だと思います。僕が泊まってるホテルの夜はやっぱりなんか危ない感じですね。ホームレスも多いんで。ただ昼間は全然危なくないです。そんな感じですね。ベリーズシティがどんな雰囲気なのかとか、ちょっとねホテルのね女の子にも聞いたんですよ。なんかおすすめの場所あるみたいな。でその聞いて返答が来たおすすめの場所とか、基本的に僕はねなんかおすすめの場所とか、綺麗な景色、なんかいい感じのカフェ、いい感じのレストランおすすめはありますかみたいな感じで聞くんですよ。なんか返答返ってきたところをちょっとね今回攻めてみたいと思いますって感じで、ベリーズの動画行ってみようというの忘れてたんですけど、有名なんで言ったら世界第2位のサンゴ礁、めちゃめちゃ綺麗、ブルーホールですね。ブルーホールをなんかセスナの上から見たり、あとブルーホールにダイビングしたり、海の中潜ってシュノーケリングしたり、そういう感じでみんな観光を楽しんでるみたいです。あとはベリーズ動物園に行ったりとか、ベリーズの博物館行ったりとか、マヤの遺跡が結構残ってるんでそういうとこ行ったりとか、洞窟に行ったりとか、なんか ATM 洞窟っていうのがあるみたいですよ。今回ちょっと行くつもりはないですけど、そういうところでみんな遊んでるみたいですねって感じで行ってみよう。ちなみにメキシコからバスに乗ってきて、一緒にバスに乗ってきてた人、
なんか何人かこのホテル来てましたね。このホテルがやっぱ安いんかな、一番この辺りで。センキューまあこんな感じで路上で売ってたりとか、電線がたくさんあったり、こんな感じの街の雰囲気ですね。アメリカのドルも使えるんですけど、使えないところもたまにあるのがちょっとね、うざいポイントですね。お水買ったら2ベリーズドルって言われて、絶対これぼったくってるかなって思ったんですよ。まあ160円ぐらいで。で、案の定宿の人に聞いたら、私たちが買ったら 1.5 ドルだよみたいな感じで言ってましたね。そんな感じでやっぱりね、外国人価格みたいな感じにされてますね。ちなみになんかそのナチュラルドリンク、メロンのドリンクめちゃめちゃ高かってびっくりした。25ベリーズドル言うてきましたからね。めっちゃ高いやん思って何回も聞いたけど、やっぱり25ベリーズドル2000円もするんこのジュース。ベリーズのね、こういうフェスティバルとかちょっと気になるよな。行ってみたいな、面白そう。ジャマイカのなんかダンスホールミュージックパーティーとね、どういう違いがあるか気になるわ。これワンパンマンに出てくるあいつみたいやな。ワンパンマンに出てくるベースだったかな、忘れたけど。この真っ白な白ベースの建物は教会かな。白ベースってなんかラーメンみたいやな、言い方が。これは学校なのか。なんかみんな座ってるんやけど、何をしてるかがほんまにわからん。何かを待ってる感じなんかな。1つ目の観光地、セイント・ジョーンズ・カテドラルやってきました。ここどんな感じの景色かね、綺麗な建物があるのかどうかちょっと見たいと思います。エントリー。今はね、カテドラルの周りをこうやってね、ぐるーっと回ってるような感じです。入り口に警備員みたいな人がおって、まあ無料とは思うんですけど、お金取られたらほんま嫌やな。まあ無料とは思うけど、もちろん。それにしても今日は天気がいいな。最近はほんまにメキシコでずっと雨続きだったからな。空が綺麗。空とカテドラルのマッチ。近藤正彦並みのマッチしています。たまに日本でも見かけるのね、こういうの。世界人類が平和でありますように。まさかのこのカテドラル Wi-Fi 使えるの？食事もできるの？この雰囲気で片隅に扇風機が置いてある。なんか素朴な感じやな。ぐるっと一周して景色雰囲気感じるだけなんで所要時間10分です。どんだけピンク好きやねん。星のカービィと同じぐらいピンクしとるな。もう向こう見てもらったら分かるんやけど、もうほんま観光地してますよね。あそこからキーカーカー島に行くフェリーが出てるんですよ。それにしても海の色がなんかコーラみたいな感じの色してるな。でも向こうの奥見たらめっちゃエメラルド色してるんですよ。だからなんかやっぱりキーカーカー島とかサンペトロとかあっちの方は海が綺麗かなってね、ちょっと感じますね、雰囲気からして。紙のゲームとかでよくある船が出るぞーですね。それとなんか幽霊が出そうな、誰も人がいない海に浮かんでる何か。絶対に向こうに行かせないようにこうやって門閉まってるんですけど、ほんまに絶対に行かせない感がすごいわ。この側面のトゲトゲは初めて見たな。黄緑ベースの教会。フェリーの乗り場来たんですけど、先にちょっとねフェリーの時間とか金額確かめとこうと思ったんですけど、なんか往復で38 US ドル言われたんですよね。これがなんか観光価格なんか、それとも地元の人と同じ価格なんか、その辺なんかあんまりよく分からんけど、まあやっぱりね観光地っていうのもあってそんな安くもないですよね。ここも乗り場なんかな。マリンターミナル書いてあるし、ちょっと値段チェックしてみようか。フェリー乗り場の雰囲気はこんな感じやな。まあほんまにザ・フェリー乗り場って感じの雰囲気。こんな感じで表示されてるから時間帯に関しては分かりやすい。そんでもっても欧米人の塊というか、欧米人めちゃめちゃ多いな。やっぱ女性が多いわこの場所は。意味わからん。ちょっとね実際に金額聞いてないんですけど、その辺におる人に金額聞いてみたんですよ。で女の子は58ベリーズドルみたいな感じで言ってましたね。でおっちゃん、ビール飲んでるおっちゃんに聞いたら48ベリーズドルって言ったかな。なんか金額が違うんですけど人によって。僕日本人なんやけど、日本人は結構金額高いって聞いてみたら、なんかバババババーって言われて何言ってるか分かりませんでした。そんな感じで返ってきた値段の返答が違うんですよ。だから結果値段どれぐらい値段するかは不明。とりあえず48ベリーズドルって聞いたよって感じでチケットね後で購入してみたいと思います。建物の色合いがなんかおしゃれなんが多いな。ベリーズ
現地人がね勧めてたねカフェ、ここもうせっかく勧めてくれたんでちょっと行ってみようかな。私そうやな、あんまり好きじゃないな。こんなお店初めて入るわって感じぐらい久しぶりに入ります。綺麗なお店。それにしてもねベリーズはね値段が高い。ハローベリーズやん。はい、ソイハポネス。カフェからの眺めはこんな感じですね。高い金額払ったんでせっかくなんでね景色も十分ね楽しんでいきたいと思います。従業員のノリもねかなりいいし雰囲気もいいし、まあ値段が高いのはちょっとあれやけどノリがいいんでありとしよう。ゴージャスなひとときやわ。価値確定ですねこれ。価値確定ってことでとりあえず今からねご飯食べたいと思います。朝ごはんというかまあ昼ご飯ですね。ベリーズ入国に乾杯。うまい。このビールうまいぞベリーズの。もう一回飲みたいわ。キーカーカートを上陸してからもう一回飲もう。うまいうまい。一気飲みできそうやわ。感じで従業員さんから日本語で名前書いてってめっちゃ言われます。アンデロフォークとかナイフとか入ってると思うんですけどこんな頑丈に巻かれてるのも初めてやわ。人生で一番頑丈に巻かれてるフォークナイフスプーン系。飯ほんまうまいしこのロケーションで食べるベリーズの料理が最高。うますぎるよ。バイ満足できた。まあそれにしてもね物価高すぎて泣けてくるぜベリーズ。まあ美味しかったし雰囲気良かったしまあいいけど3500円はちょっとね行き過ぎっすね。変ななんか税金みたいなのが2つぐらい入ってるしプエルトリコみたいやな。なんかその辺なんか似てるわ。値段帯といい景観はどうかな。でまたねキーガーカートまでの値段ね聞いてみたらまあ往復で67ベリーズドル言うてましたね。また全然違う値段やんみたいな。聞くたびなんか高い値段が返ってくる。なんかほんまに何円なんて感じですね。キーカーカートまでの値段。はい、観光地あるあるよくあるやつです。この前でみんな写真撮るんよな。パナマだったらこういう磯場にめちゃめちゃアライグマがいました。でこうやって見えるのが灯台。これもなんか有名なんかな。この灯台がいいよみたいな感じで現地人が言ってましたわ。あれ人泳いでる。なんか変な感じやわ。異様な雰囲気やな。台湾と仲いいベリーズ。なんか雰囲気が古代の建物チックやな。それにしても人全く歩いてないんよ。みんなどこに消えたんみたいな感じやな。まあ暑いけん多分部屋にこもっとんだろうな。知らんけど。ちなみにちょっと見えにくいかもしれんのやけどあそこに書いてるゴールデンベイホテル、あそこのなんか上にある頂上屋上っていうのかなになんか食堂というかレストランみたいなのがあってそこの料理がすごいなんかねおすすめみたいなことを何回も言ってましたね女の子がホテルの。ちなみにこういうねアイスクリーム屋さんもあるんですけどまあなんか値段聞いたらコーンがなんやらカップがなんやら味がなんやらバラ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 って言われてなんか金額わからんかったですね金額わからんかったけどとりあえず分かったのが値段が高いっていうこと。やめました。海沿いに面してるベリーズミュージアム、ベリーズの博物館有名ですね。まあ僕は行かないです。お金がもったいないからとかじゃないですよ。時間がないから、お金がないからとかそういうんじゃないよ。行きたかったなベリーズの博物館。いやお金がないからじゃないですよ。時間がないからですよ。行かない理由は。ほんま行きたかったな。ちなみに金額は7US ダラー。お金がないからじゃないですよ。ちなみに行かない理由は。スクールって書かれてある雰囲気すごい学校やな。はい、やってきました。ホリーレディマー大聖堂。エントランスはできません。普通にエントランスできました。エントランスというか入場できました。こんな感じのね景色。人もおらずどこをどういう風に進んでいいのかも全然わからないんで一旦ね出たいと思います。そしてねちょっとねホテルにね荷物置いてるんでホテル戻ります。ちなみにビールの品揃いはこんな感じで値段帯もこんな感じですね。一番有名なベルキンのビールが3ベリーズドル。
そんなめちゃめちゃ高くはない。こんな感じの雰囲気ですね。お店の中は 600ml みんな大好きコカ・コーラ2ベリーズドール。ホテル戻りました。こう見たらなんか天気向こうめちゃめちゃ悪いな。いけるんかな。そんなこんなで乾杯。お、犬が来た。かわいいかわいい。ちょっと凶暴そうやな。最後の雨に濡れないように。この天気超大雨急にってことでキーカーカートに行きたいと思います。絶対いけんな、これ無理やわ。今切符を買いました。感想はマジかよ、クソ高いやんけって感じですね。クソ高い。もういろいろね聞いたんですけど、それ以上の金額でしたね。78ベリーズドルしましたね。普通にめちゃめちゃ高いで、ぼったくりちゃうんかな。もうこれほんま分からん。ぼったくりちゃうんかなと思って、さっき別の人からは49ベリーズドルって聞きましたよって言ったら、なんかメンバーシップがどうやらこうやらみたいな感じで言ってたんですよ。なんで結局なんかそのメンバーシップとかに入ってない外国人とかはそれぐらいの金額するのかもしれませんね。現場からは以上です。早速船に乗り込んでキーカーカートへ向かっていく。人は結構ぎゅうぎゅう詰めって感じですね。ライフジャケットめっちゃあるんで転覆しても安心。アクシデントなし、無事キーカーカートへ上陸。とりあえず晴れてよかった。南国の島に来たって感情かな。やっばい、ほんませったバッグ届いてないやんみたいな。キーカーカート上陸とキーカーカート滞在に関する動画は次回の動画でたっぷり紹介したいと思います。のんびりした雰囲気だけではなく、珍しく大金を使って楽しい経験をして素晴らしい思い出を作ることができましたって感じでね、ベリーズシー帰っておきました。ベリーズシー戻ってきましたよ。今日はねもう時間ないんで、とりあえずね早めにバス停行って早めにねメキシコ戻りたいと思います。多分ね僕の予想だともうメキシコまで行くバスないと思うんですよ。今現在1時ぐらいかな。1時前とかないかもしれんけども、なかったらなかったでもうできる限り近くまで行って宿探してみたいな感じになると思います。もう旅って感じですね。ではレッツゴー。あんまりお金ないんでねこういうのをね買いました。中身スカスカやないかい。なんかパイ食べてるって感じですよ、普通の。今日はだからねスナックしか食べてないんでうまく感じる。これがねオレンジストリートっていう通り。大阪のオレンジストリートとは全然ちゃうな。お城、日本語でスヌーピーって書かれてあるわ。内間なんかこれ見るのめっちゃ懐かしい気がする。お風呂とかで使ってたようななんかに記憶があるな。まあとりあえず歩いていきましょう。だんだんとバスがね多くなってきた。バス停はこっちじゃないんやけどちょっと気になるんでこっち歩いてみます。このパンはおもろいな。おもろすぎるわ。バス停の横にはこういうなんか市場みたいなのもあったよな。これは知らんかったわ。じゃあはよバス見つけんとやばい。こんななんか市場とか見よる場合じゃないんよ多分。先にバス見つけんと。バス停着いたけどマジわからねえ。金額とかどこで乗るかとかマジでわからねえ。まあ適当に聞き込みたいと思います。なんかジャストタイミングすぎるんやけどバスが来た。何も食べれんかったけどとりあえずもうこれ乗るわ。金額がほんまに不明。どうしよう、何円払ったらいいんだろう。こんな感じのバスですね。もうねクソ暑すぎ。バス停てかまあいろんなバスねさっきからちょっと見てきたんですけど、その中でもなんか一番高級なバスな気がする。エアコンガンガンやし復活してきた。めっちゃ涼しいです今は。ただお腹空いたんでねなんか食べたいですね。マジで非常事態みたいな感じなんですけど、何が起こってるか全然わからん。なんかみんな一斉に降りるみたいです。説明してくれたけどなんか英語は全然理解できないんでわからなかった。結局何が起こったかわからんのやけど、とりあえずなんかバスをチェンジするらしい。でみんなが歩いていってる方に向かって歩いていきます。結局なんか別のバスに乗るみたいやわ。ウェルカムバス。ピッチ悪いけどバスのランク落ちたな。エアコンも効いてないしこんな感じのバスです。とりあえずねもう最悪やわ。
バス途中でなんか故障かなんかアクシデントがあってバス乗り換えてまたなんかお金なんか請求されて払ってで一応ね着いたんですよ。コロサルっていう国境近くの町、国境の手前の町じゃないんやけど、とりあえずそこ着いて今からなんかバス聞いたらメキシコなんかないみたいな感じで言ってて、とりあえず国境までタクシーで行ってそこからまたメキシコのなんかタクシーかなんかでチェトゥマルっていうところ、この前行ったところ僕がそこまで行ってそこからバスでなんかバカラル行ったらどうみたいな感じで言われましたね。まあそんな感じですわ。困ってます。とりあえず宿探すのと、あと所持金が今ない所持金がほんまないんですよ。1500円ぐらいしかないんで ATM まず探してからの宿探しって感じかな。疲れるわ。 ATM も意外とないもんやな。とりあえずこれが多分町の中央公園一番栄えてるとこだと思うけど、ホテルも高いし飯もね食わなあかんし、人気はないけど犬気はある。おお怖い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 。いらんことせんかったよかった。来た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 。うわホテルが見つかりました。見つかりましたというか、なんか警察に「お前泊まれ」言われてどっか電話してくれて安いホテル見つけてくれましたね。40ベリーズドルです。ベリーズの中では安い方やなって感じで、動画ご視聴ありがとうございました。動画最後のまとめになります。やっとねホテル着きました。ゲストハウス着きました。実はね友達が1ヶ月ぐらい前にベリーズのここの同じ状況になって移動した時間が遅くなってバカラルに行きたいけどなんか遅くなりそうやからこの街に泊まるみたいな同じ状況になって、でもその友達は運よく10ユーロスドルで泊まったんですよ。10ユーロスドルなんですね。600円ぐらいですね。それはほんまに運良かったらしいんですけど、なんか変なおっちゃんが教えてくれて、でも僕は結構なんかまあいろいろ探したり聞いたりしたんですけど、50ベリーズドルか、50ベリーズドルなんで4000円が最安やし、他に聞いてもいや50ベリーズドルが最安だよみたいな感じで言って、もうどうしよう野宿しようかなと思っていろいろ考えてて、公園しかも Wi-Fi 使えるし、でそしたらまたなんかこの警察の人に会って2回目なんですよ。その警察と会うのは ATM で1回やって2回目公園で会って、そしたらなんかもうわざわざなんか呼んでくれて、ゲストハウスのオーナー、別に僕頼んでないんですよ。頼んで呼んでくれて、ほんでそこのオーナーが「いやうちはもう40ベリーズドルでやってる」みたいな、他よりも絶対安いみたいな、別にそれが嫌だったら別にもう全然泊まらんでもいいよみたいな感じで、まあまあ強気な感じだったんですけど、もうわざわざでもなんか警察の人が呼んでくれたし、カードで払えるって言ってくれたんですよ。カードで払えるんだったらなんかまた話しちゃうなと思って、あ、これは別にいいなと思って、実際現金所持金10ベリーズドルなんで800円ぐらいしかないんですよ。800円ぐらいなんで、次の日のなんかバス代とかそういうの考えたら、今なんかもうホテル現金で払うお金も正直なかったし、 ATM 下ろすのも何円下ろしたらいいか分からんし、ちょっとその辺で困ってたんで、カード使えるってなったらちょっと話は別やなと思って、もうで他よりも安いんでもうそこに決めました。そんな感じですね。まあ最後なんかちょっとごちゃごちゃね、いろんなことあったんですけど、まあベリーズシティの動画です。一応これベリーズシティはどうだったでしょうか。個人的にはもう二度と来ることはないかなみたいな、なんか中途半端に物価も高いし、もうベリーズでセスナ機にも乗ったし、ロブスターも食べたし、正直海とかどこでも泳げるんで、実際問題沖縄とかでも泳げるし、京都のなんか日本海の方とか行ったら結構綺麗な海ありますしね。なんで別にわざわざベリーズに来る必要はないかなって個人的には思ってます。以上、動画をご視聴ありがとうございました。次回ともそうやチャンネル、ベリーズシティから船に乗って島へ上陸。今回はキーカーカー島に滞在して南国気分で海を大満喫。さらに贅沢な経験をいろいろするよ。それにしても大金を払って経験できることはほんま素晴らしすぎる。